はい、皆さんこんにちは。ロート G の時戸でございます。ストリートファイターリーグのワールドチャンピオンシップに出場してまいりましたので、そちらの方の振り返りをしていきたいと思います。で、まず、ストリートファイターリーグチャンピオンシップのルールなんですけれども、かねてから出場していたストリートファイターリーグ JP の優勝チームであるファブゲーミング、そして SFL US の優勝チームである、チームバンディッツ、そして SFL ユーロップ優勝チームの00ネーションの、3チームで世界一を決める戦いでございますと。で、まず最初にですね、3チームで総当たりを行い、上位2チームで優勝決定戦を行うというルールになりました。で、この大会に向けて僕が特に取り込んだことっていうのは、まず自分が、ホームだった時に当たるであろう相手、僕はユーロに対して、リーケマンズ・バーネットに、行こうと思ってたので、彼が使うジュリ戦 JP 戦というのは、すごい力を入れてやっておりました。そして、だから自分がありそうな組み合わせですよね。僕がアウェーで、US に出た時はまずカバがガイルで被さってくるだろうなっていうのも予想できたんで、そこを重点的に練習していたかなと思いますね。で、総当たり戦の第1試合は、最初、SFL ユーロッパ優勝チーム00ネーションの、チームでした。で、ここはですね、割とオーダー予想できて、フェノムとロードベノムの2人が対象格だなと思ったんですよ。で、どうやら、ユーロップの方は、プレイオフは、ロードベノムが、後半大将を張って、活躍していたということと、あと、ボンちゃんが日本に来た時にフェノムとやった時に、フェノムはもう相当言わしたと。最後の方もなぜかフェノム、ルーク同キャラを挑み出すみたいな。そういう、剣でボンちゃんのルークにあまりにも勝てないから。そういう背景もありまして、おそらくロードベノムが大将で出るんじゃないかなと、予想をしてました。その夫人の場合は、ボンちゃんが、ロードベノム行ってもらって、僕が、リーケマン。で、ベジーが出てきたら流星。で、ベジーなしで、フェノムの場合に、サコさんが行くか、流星が行くかっていう話もあったんですが、アメリカのホテルですごいたくさんいろんな海外選手と練習した結果、流星が牽制かなりいけるんじゃないかなっていうこともあって、フェノムには流星が行くという作戦になりました。これは、非常にうまくいきまして、僕対リーケマンズ・バーネットから始まったんですが、リーケマンがね、オフ対戦だとすごいジュリを使ってたんだけど、オン対戦だと JP ばっかりで、どっちか本当によくわかんなかったんだけど、だから立川とかには両方動画を見て傾向をまとめてもらって、それもすごい参考にさせてもらって、結果出てきたのは JP で、インパクトがね、やられまくって結構危ないところまで行ったんですが、2対1でなんとか勝利することができました。初戦勝てたのはすごい良かったね。で、流星も、フェノムに勝ってくれて、で、ボンもね、ロードベノムに 3-0 勝利かな。で、続いた、チームバンディット。こちらはアウェーでございます。メナのチームがね、一言で言ってしまえば。で、そこに対しては、僕かサコさんに対して、カバが来るだろうと。カバは、カバっていうかガイルは、ケンとチュンリー、結構やりやすいってこともあって。で、それも直前の、部屋での練習で、結構ね、ガイル戦の手応えがね、割と、良かったっつうか、5分ぐらい。レインプロっていう香港のガイル使いと、あとは皆様おなじみ、アメリカ、フロリダのナックルドゥ。この2人と毎日対戦してもらって、結構いい勝負だったんで、カバー来ても、そんなに変なことにはならんかなということで、僕が行かせてもらいました。で、予定通りカバが僕に来て、カバの、剣への戦い方が、僕のやりやすいタイプの、遠距離
ソニック、割と徹底型。あんまり近距離で通常技のやり取りをしてこないタイプだったので、それもあって、ちょっとやりやすく勝たせてもらうことができました。で、続いて、中堅流星 JP に対して向こうが出してきたのは、シャオハイの剣。流星はね、前からシャオハイのジュリとはちょっとやりたくないって言ったんだけど、ここ出てきたのは剣。で、先ほどね、フェノムも倒してることもあって、剣戦。いい動きで、勝ってもらいました。で、ここで、前方中堅勝つことができて、で、やっぱね、大将戦。まあ、これはね、SFL ワールドを語る上で、この組み合わせが本当に、たくさん起こりましたね。ボンちゃん、アウェイボンちゃんに対して向こうはメナ。で、メナはピックはブランカ。これは、確か、2-2の段階になって、ボンが、メナが、ルークピックしてきたんだね。これ覚えてんだよな、ボンがね、開幕、メナのラッシュサプレッサーが通っちゃったんですよ。で、その試合負けて、一回チーム会議入って、いや、あれ、歩きしゃがみ中盤って絶対止まるんだけどな、なんか緊張して前歩けてなかったのかな、みたいなので、次絶対止めるわっていう風に言ってて、で、またメナが証拠りもなくラッシュサプレッサーやって、で、ボンは、ちゃんとしっかり前歩きしゃがみ中盤で止めて、まあ止めただけっていう。止めて、コンボ決めてくれるのかなと思ったんだけど、そこはなんかまあちゃんと止めるだけって。なんか、有言実行そういうことはちゃんと止めるんだ。止めるだけなんだ。っていう風にちょっと思って残念に、思ったのは覚えております。まあボンもなんかその、前に食らっちゃったから確実に止めるよっていう意識が高かったらしくて、なんか怖くてラッシュボタン押せなかったらしいね、やっぱり。まあまあそんなこともありので、バンディット戦は、ボンが対象戦で敗れてしまい、まあ延長戦も、まあボンに行ってもらって、でメナが被ってきてそこも落としてしまうという運びになって。で、まあ1勝1敗という形になったのかな。あ、違うよ。あれだ。順番ちょっと逆転してましたわ。まず、初戦バンディットでしたわ。初戦はバンディットで、2戦目が 0-0 の2勝。で、迎えたグランドファイナルというか、上位2チームによる優勝決定戦。まあ、僕らは2位通過だったため、1位のバンディットに対してアウェイスタートとなると。で、ここでね、一応話であったのは、仮に我々がバンディットに対してホームだったら、大将のメナに対して流星を一回チャレンジするのはありじゃないかなっていう話はあったんですよ。流星はメナ戦、ブランカ戦かなりやってきて、で、メナのルークっていうのは特別想定したわけじゃなかったんだけど、ルーク戦、流星すごいやり込んでて、まあ本当にうまい。かなり、連動の高い状態で出せたので、まあありかなとも思ったんですけど、まあアウェー引いちゃったもんなんで、それはね、叶わずでした。まあそれがね、ちょっと後々、もしこうだったらな、ホームだったらなという世界線もある展開になっていくわけでありますが、まあそれはさておき、アウェースタート。で、これさっき、バンディット戦で僕が先方に出た理由としては、ひょっとしたらボンちゃんにカバが行く可能性があるかもしれないので、僕が先方に出ることで、まあ、カバが出ることが分かれば、ボンは、その先方戦と中堅戦の間、メナを想定して、メナに集中することができるということもあったんですが、まあ、総当たり戦になって、それも分かったので、順番を変えて流星に出てもらったと。で、シャオハイのやっぱジュリだったんだよな。恐れていた組み合わせ。なぜか総当たりでは、剣で出てきてくれたシャオハイがジュリに変えて、流星の JP に襲いかかる。これはね、きつそうだったね。ジュリの猛攻を JP が咎めることができずに、JP の、流星 JP のターンに一切なることがなかったように見えた。今後も流星がアウェイで出た時に、シャオハイ絶対出てくるんだろうな、みたいな。そんな感じに見えた。で、そこで流星がちょっとやられてしまい、僕が中堅戦、先ほどのカバ戦で気を良くした僕が出て。でね、
やっぱいけたね。向こうのしゃがみ小パンの選択肢に対してこっちがちょっと離れて大パンチっていうのを噛み合わせることがやりやすかったのが、カバ戦勝てたポイントかなと思います。で、ここでなんとか私の活躍により、10対10の星を戻した後で、ボンサーン対、メナの組み合わせになります。これはもう全部ルークだったかな。これもうね、何回も起きたんで、なんか、もう、なんとも言えないんだけど、この時はね、ボンちゃん、勝てたね。なんとか。30対10。好発進でございます、1巡目。さらにこっちが、次ホームで行くことができるというね。で、向こうが提示してきたのは先方シャオハイ剣、そして中剣クリスティの剣、そして大将、メナの、もうルークだよね、全部。そう、全部ルーク。で、シャオハイはジュリーに変えられるかもしれないっていう不安もあったので、僕が担当することになっており、クリスティ、ここはね、サコさんが、剣戦、ずっとやってもらって、クリスティに行くっていうことだったんで、行って、で、メナにはボンサーンでございます。で、初戦の僕対シャオハイだったんですが、これはね、守りの選択肢がすごい噛み合ったね。向こうの攻めは通んないし、なんかこっちの、攻めはうまくいくっていうのと、あと、事前にアングリーバードから教えてもらってた、この組み合わせは、要所でしゃがみ中パン、相手にギリギリ当たるか当たらないかぐらいの距離でしゃがみ中パンからラッシュを入れ込んだりとか、そういうリターンの出る行動を、入れ込んでおくのがすごい有効じゃないかっていうことを、教えてもらってて、でそれが要所要所でうまい形でハマって、シャオハイに解消することができました。で、次に、迎えたサコクリスティ。これね、クリスティもね、結構いい動きしてたんだよ。でもね、うちのサコさん、チュンリー系、いい動きをね、してもらえたんで、1-2勝利で、さらにリードを広げることができました。この時点で、50対10と大幅リード。次の対象戦でボンがもし勝てば、一気に、こっちが勝利することができるという試合だったんですが、ここら辺からね、メナのルークがもう覚醒し始めまして、これね、本当に、攻めのボン、受けの、メナっていう形で、これはずっとこの、グランドファイナルを通じて、そういう構造になってたね。で、ここはね、徐々にメナが、ボンの動きに対して、受けが対応し始めてきて、で、あと、全体を通して、メナの守りの選択肢、ボンちゃんの置き攻めが通らないのに対して、メナはボンに対して投げをうまく、通し続けていたっていうのが、見受けられたかな。3-1でメナのルーク勝ち。これで50対30。で、またこちらがですね、アウェイになってしまったわけですよ。で、ここで、流星が最初アウェイで出たんですが、シャオハイのジュリがどうしようもないっていうこともあって、ここは、変更して、サコさんに流星の代わりに出てもらうことになりました。サコさんに対してね、このオーダーだったらおそらくカバが行くんじゃないかなとか、カバはね、剣に対しても自信持ってたと思うんだけど、この日は僕に結構やられちゃってるってこともあって、カバがサコさんに行く。で、中堅は、クリスティが僕に来まして、なるほど、シャオハイさっき勝てたし、クリスティが来るんだなと、僕は思ったわけであります。決勝、大将は、メナボン変わらずだよね。で、先鋒戦、カバ対サコさん。これね、惜しかったな。サコさんね、かなり粘ったんだけど、最後はカバの無情の裏剣がヒットしてしまって、ちょっとしたらソニックミスなのかなとも思ったけど、確か裏剣フィニッシュだったと思います。カバが2-1でサコさんを下しまして、続いて、クリスティ対時で。このクリスティに1本取られたわけでありますが、最後のね、ラウンドは、
なんとか相手をちゃんとコントロールできた形で、勝利することができました。言うてね、ケンケンはかなり想定できる、組み合わせだったので、自分の中でしっかりと、やってましたし、練習部屋でもね、すごい、いい練習を積むことができました。いろんなね、剣とやってもらったんですよね。剣使い多かったから。メキシコの草薙だとか、あとはカナダのセイフ。元ユリアン使いのセイフ。あとアングリーにもやってもらったけどね。やっぱアングリーはね、あれ強かったな。いろんな剣と練習したけど、アングリーが一番強く感じたな。そんな、いい練習のあれもあってか、クリスティに勝利することができました。ここで、戦績は60対40になって迎えた、メナ対ボンちゃんなんですが、これはもうちょっと厳しそうに見えたね。後でボンが言ってたのは、メナの戦い方は、本当はボンがやりたい戦い方だったらしい。てかそうなんだよね。これ、格闘ゲームをすごい長く追ってる方はわかるかとも思うんですが、ボンちゃんのスタイルって割と相手を自分に攻めさせてからカウンターで、技を当てるっていうのが、ずっと今までのシリーズでやってきたスタイルなんだけど、多分あそこまで待ちがうまいルークは想定できてなかったんだと思う。ボンが言ってたのは自分より待ちがうまいルークは初めて対戦したっていうふうなことを言ってて。で、この、K メナとの対戦4回目になるんですが、これは、内容かなりきつそうでした。3対0でメナルークに敗れてしまい、60対60になって、次、バンディット側がアウェイになるんですが、メナが出てくるだろうなっていう展開じゃないですか。そこに対して、ボンがもう一回やらせてくれ、やりたいっていう風に言えない内容でやられちゃったんですよ。そんぐらい、なんていうか、もう、ちょっときつそうに見えた。で、迎えた決定戦、60対60で次の2先を勝った方が優勝という感じで、メナは当然、ルークピックをしてくるわけです。で、ルークをピックした時に、出るのが、サコさんはルーク戦は、多分あんまり想定してなかっただろうから、そんなにやってなかった。で、僕も正直、ルーク戦っていうのは、なんかそこまで、優先順位が高かったわけではないので、ちょっと出づらかった。その日調子は良かったんだけど、で、流星は、メナ戦を割と想定して、ブランカ戦すごいやってたっていうのもあるし、ルークに対しても、他のルークに対してね、すこぶる、勝率が良かったということなので、ここは、その日の調子で取ると、時々なのかなと思ったりとか、でもやっぱり事前に練習してた感じだと、流星の方が、勝率ルークに対しては、出るよねっていう。そこのね、兼ね合いもあって、でもやっぱり、その日の調子よりも、事前にちゃんと、想定してた組み合わせで出す方が、それが、あるべき姿っていうか、そっちを取るよねっていう、全体の判断もあって、今回は流星に行ってもらいました。結果はね、メナの、走り中段2回通ったりとかで、メナのその強引になんとかしてくる力。メナのね、流れが来てたね、あの日は。ここで、メナ対流星が2対0で、メナが勝ちまして、長きにわたるストリートファイターリーグ、締めとなるワールドチャンピオンシップは、70対60で、我々ファブは敗れてしまい、ワールドチャンピオンシップ2位という形で、終わることになりました。皆様本当に、長い間ね、応援していただいて、本当に一緒に見ていただいて戦ってもらったと僕は思ってますので、本当にありがとうございました。あと一歩、及ばずだった。本当に長い間戦い抜いたなと。一緒に練習もできたし、あとやっぱ向こう現地に
決勝戦やる10日間ぐらい前に我々は LCQ、参加のために行きまして、まあ一緒の時間をかなりオフで長く過ごせて、そこでやっぱチームとしての一体感もさらに、増す中で、決勝戦えて、本当になんかチームで戦ってるなという感じがすごいした、今年のワールドチャンピオンシップでしたね。まあ結果は悔しいんだけど、まあ、このチームで戦えて本当に良かったなと、思いました。ここからはですね、スタッフからの質問に答えていきたいと思います。どこかのタイミングでメナ選手に対して時戸さんが出るという選択肢はチーム内的にありましたか？当初の想定では、メナが先出しのブランカをピックしたらワンチャンであるなと思ったんですが、まあだから途中からなくなってましたね。結局ブランカが出てきたらボンの方がいいだろうっていう風になりましたし、最後にメナがルークでピックしてきた時も、まあルーク戦は流星の方が事前準備できてるし、まあ勝率も高かったっていうのもありますので、結果的にはやっぱりなかったですね。最終戦が終わった後に一番最初に流星が、時戸さんが流星選手に歩み寄っていましたが、あの時は何と声をかけていたのですか？これは、お疲れ様でしたですね。まあよく最後あそこで、まあ頑張ってやってきたなっていうのは、第一声で言ったと思います。まあ流星はね、性格的なものもあって、なかなかああいう時に、上に譲るんですよ。僕とか、ボン、サコさんに対して、言ってもらうっていうのが、今までの SFL であった。まあ一人だけね、年齢もまだ、30歳。まあ20代だったから、当時。ずっと、僕らに、まあ、譲ってきた。っていうのもあって、で、今回は本当に最終戦、まあ流星もまた、ボンちゃんがいけないんだったら時戸さんをちょっとどうですかっていうふうに、まあ言ってたんだけど、まあ今回は、事前準備もありの、さらにまあ、流星が全然出れる状況をちゃんと作ってたんで、まあ今回は流星が行くのがいいんじゃないのって言って、まあみんな、流星に行ってもらった。まあ本人的には多分この、僕らおじさん組をのけて、初めて、なんていうか、大切な試合に臨んだ試合だったろうから。まあ結構、なんていうんだろう、思うところあったというか、うわ、やっちゃったみたいなのは思ったかもしれないんで、そこは一応、まあ、なんか、まあ、よく頑張ったねっていう感じで、声をかけたと思います。準優勝の賞金は4万ドル。単純計算で1人頭150万ですが、使い道は考えていますか？これはですね、まずは、立川顧問に、出来高制なんで、立川顧問に、若干ありまして、まあ、150万は入らないわけでありますが、まあ、それでもね、本当に、十分なお金を、いただくことができました。本当にこれは、チームメイトのおかげが非常に大きいと思いますので、まずありがとうございます。で、使い道は特に考えてないんですが、1個は、これね、オスモポケットは買おうかなと思います。今まで、GoPro 10で、石井プロの借り物で、ずっとね、撮影をさせていただいていたわけでございますが、まあ、ようやくここで、機材ぐらいは買わせていただこうかなと思っています。で、特にそれ以外の使い道はですね、今はあんまり考えておりませんね。時戸さんから見て今期のファブゲーミングはどんなチームでしたか？まあ今期のファブは、まあ僕はファブに来て、3年目はもう本当に勝手が分かったチームだな、やりやすかったですね。まあうちのチームはやっぱね、それぞれのなんかやり方があるチームなので、自由にやらせてもらえたなっていうチームだと思います。まあ自由にやるだけじゃなくて要所要所でお互いに情報共有だとか話し合いだとか行ったりして、チームとしてどうやって勝っていくっていうのは、もちろんそこはねしっかりとみんなでまとまってやったんですが、
まあ、おのおのやっぱりね、やり方っていうのはそれぞれあるので、僕らももういい年ですし、今までの積み上げてきた、やり方があるので、そこは自由にさせてもらえるチームだなというのが非常に、まあみんながそれぞれのパフォーマンスを出せた要因なのかなと思います。まあただね、一つ今年変わったことといえば、まあストリートファイター6になって、まあゲームが変わったので、今までとは違うことだったんですが、まあ、乗り切りましたね。まあこれね、僕がスタートダッシュ、このゲームでかけられなかったこともあって、最初にあんまり自信はやっぱなかったんですよ。そんな中で、佐古さんが開幕、大賞で出て20点取ってくれたりだとか、まあ、ボンが序盤、中盤、終盤、隙がないルークを見せてくれたりだとか、あとは流星がね、本当に後半、JP にキャラを変えて得点を稼いでくれたんで。で、僕もまあ、要所要所で、いい働きができたんじゃないかなと思います。まあみんながみんな本当にいい活躍ができて、まあそれもパブの雰囲気が良かったりとか、自分のペースで、ゲームができたからだなぁと、まあ常々ね、感じますよな。はい。やりやすいチームでした。で、来期なんですが、私は、パブゲーミングを、卒業という形になるのかな。まあ、移籍しまして、ヨギボーリジェクトチームで出る運びとなります。はい。で、まだですね、絶賛チームメイトがどうなるのかというのは、現在進行中で、どうなってしまうのかという感じでございます。まあね、これも、発表できる段階になったら、発表していく運びとなると思いますので、そちらもご期待ください。そして今まで、パブゲーミングには本当に長きにわたってね、お世話になりました。まあ、来期ではね、競い合うライバルとなるわけでございますので、そちらの方もね、まあ今までね、培ってきた、パブ内で培ってきたものが、まあ新しいチーム、新しい血が入りまして、そちらにも受け継がれていくのかなと思います。またね、そちらの対決も非常に楽しみだなと思いますので、そういったところも注目して皆様見ていただければなと思います。で、私の当面の予定、レッドブル組手2024ニューヨークに参戦いたします。またね、面白いルールで5先のシングルエリミネーション。僕はね、今まで培った剣一本でいきます。皆様、お楽しみください。ちなみに剣、バージョンアップでちょっと弱体化されましたけど、正直な話、マジで全然戦えます。終わったけどね。終わったけど、プレイヤーの腕次第では全然戦える存在だということを、私がレッドブル組手で示すので、そちらの方、皆様、ご期待ください。ちょっと長くなりましたけど、本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、また。